What's your story? What's your sign? It's like はい、また寝坊してしまいました。気持ちを切り替えるために一旦コーヒー入れてますが、寝坊した事実は全く変わりません。この日は朝の9時半から2コマ授業があって、だいたい1時前ぐらいに終わります。授業が始まるまでは時間に余裕があったので、授業の準備だったり雑用をとりあえず済ませてます。本当は授業が始まる前にがっつりテスト勉強をするつもりでいたんですが、早速朝から計画が崩れました。授業が終わったので、大量に印刷したプリントを整理しているところです。普段 iPad でノートを取っているんですけど、テスト期間はやっぱり紙で勉強したいってこともあって、大量に印刷をするため、このようにプリントが山積みになっちゃいます。加えて私はプリントの整理が多分この世で一番苦手なので、全然整理ができなくて、溜まっていくプリントを見て毎回憂鬱になります。ご飯を食べます。本当に切羽が詰まっているので、勉強しながらご飯を食べています。勉強しながらご飯を食べるっていうのは少し変な光景かもしれないんですけど、私はこの何かしながら勉強をして、で何もしない時にゆっくり休む方が私は好きなので、ご飯食べてる時もちゃんと勉強するようにしてます。で、やる気が出ないのでスタバに行くために準備をしてます。天気が悪いですね。スタバに行ったはいいんですけど、勉強席がちっとも空いてなくて、絶対これおしゃべりするための席でしょみたいな席しか空いてませんでした。でもわざわざ電車に乗って遠いスタバまで来て引き返すわけにいかないので、ここで勉強することにしました。テーブルが座った時の膝の位置あたりに来るぐらい低かったので、自分の足をテーブルにして勉強してます。さっき大量に頑張って整理したプリントを使って本当に全然覚えていなかったので、とりあえず概要をつかもうと思ってシャーペンで書き込みながら頑張って暗記をしてます。一応スタバにいるだけで今見えてるプリントの量は全部片付けました。頑張ったと思います。帰りにダイソーに寄って買い物をしました。でも全部勉強道具です。帰りの電車です。これは鶴屋っていう長野のご当地スーパーで買ったそば茶です。育ったのは関東なんですけど、生まれが長野なので鶴屋がめっちゃ大好きでよく買ってます。筆箱の中身が多すぎて腹が立ったので整理しました。で、また多分やる気が出ないんだと思います。音楽に頼ってますね。テストがだんだん近づいてくると焦る一方で全然集中できないことが多いので、音楽にすがってしまいます。音楽を聴きながら勉強すると集中力が下がるとか、記憶に良くないとかいろいろ聞くことがあるんですけど、正直音楽を聴かないで結局勉強できないよりは音楽を聴いて勉強した方が絶対いいと思ってるので、私は構わず音楽をかけます。よく音楽を聴きますか聴きませんかって質問来るんですけど、音楽を聴いて勉強できるなら全然音楽は聴くべきだと思います。YouTube に載ってる解説動画が本当にありがたくて、
またご飯を食べながら勉強するために動画を見てます。テスト期間中は炭水化物の量にかなり気をつけていて、ダイエットのわけじゃないんですが、あんまり一気に炭水化物を摂ると本当に眠くて仕方がなくなるので、ちょっとだけ摂るようにしてます。これはスタディ with me の様子です。この日は3時間半ぐらい配信しました。いろいろ書いてますが、問題を解きながらわからなかったところとか危ういところをノートに写しているところだと思います。 iPad には問題集が入っているので、それを操作しています。テスト期間中はとにかく手を動かしていないと勉強する気に全くならないので、少しでも効率が悪いって感じても絶対何か書くようにしてます。でも本当に超直前になると書いてる時間が惜しくなるので、そういう時はパソコンを使って打ち込んだり、読み上げて暗唱したり、そういう風に時期によってよくやる勉強法が私の場合は変わります。Let's be honest, sounds like home. 3時間半分のタイムラプスはめちゃくちゃ見飽きてしまうと思うんですけど、頑張ってつなぐので最後までよかったら見てください。こうやって見ると本当にずっと同じ勉強法で自分が見ててもつまらないなって思うんですけど、勉強って見た目がおしゃれであれば成績が伸びるということは全くなくて、結局一番ダサいというか一番地道な勉強法が一番の成功法だと思いますね。朝コーヒーを入れるのが本当に億劫なので、ついに水出しコーヒーに手を出しました。これは実家から奪ってきたやつですね。1リットル用なんですけど 1.8 リットル用のポットしかなかったので、水の量が中途半端ですね。これで朝起きたらコーヒーができているので、本当に魔法のようでありがたいです。お風呂に入ったのでまた勉強に戻ります。一旦違うことをすると勉強モードが抜けてしまうので、また音楽に助けてもらってます。今は構造式の暗記カードを作ってて、なんで糊を使ってるかっていうと、暗記カードに書ききらないような複雑な構造があるので、それを印刷して切って貼りました。いい感じにタスクは終わっているようですね。これはもう今日やらないって決めたので、とりあえず全部終わりました。3時。問題を少し解こうかなと思います。寝坊したっていう前科と負けず嫌いな性格で、3時になってもどうにか勉強することができています。私は頑固なので、こういう時はそういう性格が生きてよかったなと思ってます。この辺で勉強終わりにして寝るようです。最後まで見てくださりありがとうございました。 Don't know where we're gonna be after, and we do it all again and again and again and again, again and again and again.